皆さん、こんにちは。今回、松山は道後温泉に行ってまいります。万博開催に向けて宇宙船をイメージさせた未来的な車両がちょうど入線してきましたよ。大阪メトロ中央線でコスモスクエア駅を経て、ニュートラムでフェリーターミナル駅に向かいます。緑の座席がとても素敵です。この大阪メトロの新型車両のデザインは奇抜なデザインが好きです。コスモスクエア駅にニュートラムが入線です。フェリーターミナル駅までは10分です。フェリーターミナル駅に到着です。お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、今日乗船するのはオレンジフェリーなのです。フェリーターミナル駅からこの歩道橋で大阪南港フェリーターミナルまで直結で行けるのが便利です。こちらが大阪南港フェリーターミナルです。後ろにオレンジフェリー愛媛のファンネルが見えてるよ。もうテンションがマックスになりそうな自分がいます。オレンジフェリー愛媛の姿があまり見えないのが残念だけど、危ないからここからで我慢します。大阪南港フェリーターミナルの1階の受付カウンターです。まず乗船名簿を記載し、受付カウンターに向かいます。どのフェリー会社も乗船名簿を書くわけではなく、書かなくていいフェリー会社もあります。往復の乗船券と明日の朝食、そして道後温泉行きのバスチケットと帰りの朝食の分をまとめてお支払いしました。往復割引 10%、そして朝食の洋食だけ100円安くなります。はい、はい、こちらは封筒にお入れしますので、なくさないようにしてください。はい、何も変更がないようでしたら、アイスはちょうど2階に上がってきたら乗船開始でした。大阪南港22時ちょうど発、愛媛県東横行きオレンジ愛媛。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりのご乗船開始でございます。ただいまよりのご乗船開始でございます。神道橋の窓からオレンジ愛媛が見えていますよ。この瞬間が何とも言えないぐらいワクワクするんです。アニメ頑張っていきましょいのポスターのみキャンちゃんたちが可愛いんです。こちらは本物の頑張っていきましょいのポスターです。大阪南港フェリーターミナルはフェリーの乗船口まで結構長いのです。けどこの長さが余計にワクワク感を湧き立たせてくれるんです。乗船しましたよ。私にとっては夢のような空間なのです。
まずインフォメーションで、今回私の後ろとなるデラックスシングルの鍵をいただきます。このお部屋も中では、最も選手の近くにあって音も静かで最高の場所なのです。お部屋に置いときます。うわぁ、このホテルのようなエントランス、もう船とは思えないよね。ワインレッドの絨毯がまた素敵。この廊下長いですね。一番奥なのでエントランスで休んでいる方の喋り声も聞こえないからおすすめです。左側にデラックスシングルのお部屋があって、右側の扉はシングルのお部屋です。デラックスシングルの一番端っこの480号室に到着です。さあ、お部屋に入りますよ。落ち着けそうな空間、色も素敵です。シングルにしようと思ってましたが、デラックスシングルに変更してよかったです。掛け布団も柔らかそう。全体にシーツをくるんでいるタイプの方がいいんだけどね。ベッドもある程度の硬さがあっていい感じ。アメニティグッズはお持ち帰りタオルと歯ブラシが入っています。浴衣もあって他社のフェリーよりなんかおしゃれな感じです。掛け布団のシーツカバーです。枕は柔らかく、私は好きです。ベッドの足元には大きなテレビも備え付けられています。窓もあるんですよ。あると外の雰囲気がわかるのが嬉しいです。全体はこんな感じです。他のフェリー会社と比較するとこの広さ、洗面、窓まであって1万円というのはかなりお安いですが、まあ距離も短いからこの値段ということなんでしょうね。ベッドの右側には照明のコントローラーがあり、コンセントも一つついています。座りやすそうな椅子、テーブルには消臭スプレー、ティッシュボックス、コンセントが2箇所あります。テーブルの横には洗面があって、ビオレ U のハンドソープ、コップがあります。タオルはアメニティについていたお持ち帰りタオルです。洗面周りは清掃が行き届いており清潔です。部屋の隅にはクローゼットがあって、たくさん収納できます。靴べらと備え付けスリッパがありました。部屋には空調のリモコンがあり、好きな温度に合わせることができるのもいいです。まだ出港までは2時間ほどありますので、船内探索にでも出かけましょう。オレンジフェリーは全室個室で、乗船なされる方はシングルかデラックスシングルの選択になると思います。シングルとデラックスシングルの大きな差は、広さと洗面があるかないかだと思いますが、一番は部屋の鍵を閉めていくことができないのです。レストラン、大浴場とかに行く際、シングルは貴重品をいちいち持っていかないといけないのに対し、デラックスシングルは鍵をかけることができるので、部屋に貴重品を置いておけるというのが利点です。4階のパブリックスペースです。こんな感じのパブリックスペースもあります。4階の自動販売機コーナーです。飲み物の他にアイスやおつまみ、お菓子、パンなども売っていました。美味しいのかはわかりませんが、いろんな方が購入していましたよ。
この貴重品ロッカーはシングルのお部屋の方が使うのでしょうね。4階にはキッズスペースと授乳室もありました。4階エントランスの真ん中にはインフォメーションがあります。インフォメーションの隣には瀬戸大橋、明石海峡大橋の通過時間が案内されていました。4階から5階に上がってみましょう。5階に上がると大きな絵がお迎えしてくれます。3層吹き抜けのエントランスの立派で驚きます。壁には6階から4階にステンドグラスが入っていてとても綺麗です。5階パブリックスペースは座り心地のいいソファーがあって落ち着くことができます。4階と違って5階のソファーはシンプルな色合いでした。こういう色の使い方も素敵です。乗船記念として撮影できるスペースもあります。5階自動販売機コーナーには飲み物、アイス、そして歯ブラシ、タオルなども売られていました。ゲームコーナーもありますが、乗船する時間が短く、食事、お風呂、寝るのとそちらの方に時間が取られ、なかなか来ることもできないかもしれません。そしてお風呂から出たらこのマッサージチェアで体の疲れを取りましょう。と言っても私は使ったことがないですけどね。さて、次は最上階の6階へ行きましょう。誰もいないと思って上がってきましたが、結構利用する方がいるみたいですね。窓からの景色は真っ暗ですが、明るい時間帯だと綺麗なんだろうな。ワインレッドの絨毯と木目調のパネルが温かみを感じ、とっても落ち着くことができます。デッキに出てみましょう。前から思ってたんですが、なぜファンネルに S の文字があるのか、オレンジなのに O じゃないの？調べてみると四国開発フェリー株式会社だそうです。四国の S だったんだ。6階のスカイラウンジだけがデッキに飛び出しているデザインは他のフェリーではないように思います。デッキから部屋の中を見る方が綺麗ですね。神道橋がフェリーから離れていってるね。そろそろ出港みたいです。サイドランプも上げられ、ロープをボビンのようなものに巻き取り、デッキが慌ただしくなってきましたよ。
作業員の方が手を振ってお見送りしてくださいました。ありがとうございました。8時間と短い船旅ですが、楽しんでまいります。行ってきます。作業員の方がまだ手を振ってくださっているね。嬉しい心遣いありがとうございます。フェリーの出港を見届け、船内に戻ることにいたします。エントランス好きな私、また撮影してしまいました。5回のまだ撮影していないところに行ってみましょう。5階にある客室も少し探索してみますね。左側にはスイート部屋があって、ドアノブも私のお部屋と違ってゴールドで高級そう。扉からしていい部屋という感じがするね。右側には4階の私の階層と同じくシングル部屋があります。一番部屋の奥にはロイヤル、スイートのお客様だけが使える特別なラウンジがあります。お腹も空いてきましたので、4階のレストランに向かいたいと思います。酸素を吹き抜けのエントランスを見るとついつい撮影してしまいたくなり、撮影してしまいました。夕食は何を食べようかな。基本のメニューは案外少ないけど、他に何かあるのかな。
メニューにはない一品料理が結構ありますね。お土産もここにあります。オレンジフェリーさんのお土産は美味しいものばかりなので、お土産を買い忘れた方にはおすすめです。こちらはメインメニューです。注文してから作っていただけるので、少し待たないとダメですが、その分、とても美味しいです。少ないのかと思ってましたけど、迷ってしまうぐらいの豊富なメニューでした。迷った挙句、ポテトとベーコンのグラタン、ブリの照り焼きとご飯を注文しました。いただきます。ブリの照り焼きがとても美味しかったです。卵焼きは甘くないタイプでした。グラタンもとても美味しく、オレンジフェリーの食事はどれも美味しいのが嬉しいです。ごちそうさまでした。シート番号39番にお乗せのお客様お待ちしました。そろそろ明石海峡大橋通過の時間です。デッキへ向かうことにします。現在23時です。奥に明石海峡大橋のネオンが見えていますよ。ネオンが消えてしまいましたよ。それに真っ暗です。ごめんね。綺麗に撮ることができず、雰囲気だけになってしまいました。やらかしてしまいました。感度が低すぎて真っ暗。お月様が輝いていますけど、なんかネオンにしか見えないよね。まさかファンネルの照明が消えているとは思わず、真っ暗で橋脚との区別がつかない動画になってしまい、本当にごめんなさいね。
もう冬だね。とても寒かったです。今から大浴場で温まりに行くぞ。シャワールームの使用状況より大浴場の様子が知りたいな。ふう、気持ちよかった。大浴場にウォーターサーバーがあればいいんだけど、オレンジフェリーにはないのが残念です。ミネラルウォーターを買って少し消灯した船内を見て部屋に戻ることといたします。さて、明日は6時に東予港に到着なので寝ることといたします。おやすみなさい。おはようございます。現在、朝5時11分です。眠い目をこすりながら6階デッキへ向かいたいと思います。マジックアワーが見れたらいいんですが、どうでしょうね。時間が早すぎたようで真っ暗で何も見えませんでした。もう少しデッキにいたいところなのですが、朝食の時間があるので4階へ向かいます。レストランが朝5時半からオープンします。けどあと30分で到着なので、急いで朝食を食べないと間に合いません。前日に予約しておいた和食のチケットを渡します。和食は予約制なので注意が必要です。これが和食です。いただきます。早く食べないと入港シーンが見れないので急いで食べます。6時入港ということで、朝食を食べに来ていた人は少なかったです。朝6時、愛媛県は東予港に入港です。うっすらと空も明け始めていますが、まだ暗いです。この季節のオレンジフェリーは夜の間に移動ということになります。
さすがに寒いし、暗いし、忙しいので誰もデッキにはいませんでした。けど船子としては着岸は重要なところですから撮影しないとダメです。短い時間でしたが、ゆっくり休むことができました。ありがとうございました。さて、下船です。楽しい船旅もあっという間に終わってしまいました。今日一日、道後温泉で温泉に入って観光したいと思います。下船の時の人道橋はとても悲しくなります。けどまた今日の夜にお世話になる。オレンジ愛媛、また後でね。窓から見えたマジックアワーはとても綺麗でした。フェリーからこの景色を見たかったですね。無事に南港から東予港へに到着することができ、乗組員の皆さん、ありがとうございました。まだバスの出発まで10分あるので、フェリーの船体を少し撮影できそうです。これがお世話になったオレンジフェリー愛媛です。白い船体にカモメさんのシルエットがあしらわれ、素敵なフェリーです。1時間以上もバスに乗車するので、大型の観光バスはありがたいです。乗車いたしましょう。1時間20分で道後温泉駅前に到着です。遠いけど連絡バスのおかげで楽です。ありがとうございました。急いで道後温泉本館に向かいます。本館の個室を取るためです。せっかく来たのだから絶対入りたいと思い急ぎました。ここが道後温泉本館なんですね。すごい歴史がありそうな佇まいですよね。玉の湯3階個室が今空いていますよとのこと。予約自体ができないということなので今から入ります。3階の個室に行く間、急な階段を上がるので撮影できませんでした。ごめんなさい。ここが3階の玉の湯個室です。通路と階段があまりの狭さに、部屋がなんて広いんでしょうと錯覚してしまいました。タオルとバスタオル、浴衣がお部屋に用意されていました。浴室にボディーソープ、シャンプー、リンスが備え付けられ、ドライヤー、化粧水、綿棒も脱衣室と個室にあり心配りがありがたかったです。3階から1階の玉の湯の浴室へ移動です。これまた迷ってしまいました。浴槽に入ったのですが、腰掛けるところが深い位置にあって溺れそうな感じでした。けどとても気持ちよかったです。私が借りた玉の湯個室部屋と同じフロアにある坊ちゃんの間も見せていただきました。夏目漱石や正岡子規がこの部屋を使ったんだなと思うと感慨深いです。お風呂から帰ってきてチャイムを押すと、お茶と坊ちゃん団子が運ばれてきます。お茶のおかわりは自由です。雰囲気もあってか、
用意されたお茶も坊ちゃん団子も一層美味しく感じられました。道後温泉本館の向かいにある空の散歩道に行ってみましょう。空の散歩道から道後温泉が一望できます。さっき言った本館の全容も見ることができます。道後商店街を少し入るといおりというお店があって、その奥に蛇口でみかんジュースをいただけるお店があります。蛇口からみかんジュースが出てくるのは面白いですよね。蛇口からざっと出るのではなく、弱めな感じで出てきました。3種類のみかんジュースを飲み比べできるんです。酸味が強いのと甘みがあるものもあって美味しかったです。まんまという鍋焼きうどん屋さんにお昼を食べに行ってきました。素朴な感じの鍋焼きうどんが運ばれてきましたよ。いただきます。甘めの出汁でとても美味しくてびっくり。正直ここまで期待していなかったのですが、このお店はおすすめです。道後温泉駅は西洋風の佇まいでスターバックスが入っており、ここの2階がまたおしゃれなのです。甘いものが好きな私はケーキだけを食べようと頼んだら、店員さんが小さなカップにコーヒーをサービスしてくださいました。ありがとうございました。伊予鉄で大街道という駅まで移動し、松山城に行ってみましょう。ロープウェイかリフトで8合目ほどまで移動し、徒歩で松山城本丸まで移動です。途中城内に入るために靴を靴箱に入れてスリッパに履き替えます。我が国最後の完全な城郭建築と言われている松山城、とても立派なお城で感動しました。青空と雲、そして松山城がとても映えていました。リフトで降りる際、とても怖かったです。今回はオレンジフェリーに乗船、そして道後温泉を楽しんだ旅となりました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。